自制喫茶店殺人事件というゲームをやってみたいかなと思います。はい、こちらプレイステーション4で買ったんですけれども、どんなゲームかと言いますと、説明欄を読みたいと思うんですが、ふと立ち寄った喫茶店で発生した殺人事件の犯人だと訴えられた名もなき青年、面識のない女性の遺体に触れたとき、彼の追体験が始まる。背負う超能力の重荷、自分で制御することのできない能力、悪夢と頭痛の種になる理解不能の能力、頭に聞こえてくる謎の声を頼りに複雑な事件の謎を紐解いていく。現場に居合わせた人物と話し、見えてくる手がかり、殺人か他殺か、自分の無罪を証明したければ具体的な事実と論理が不可欠だ。というゲームのようですね。はい、最近ちょっとこういう推理的なゲームにハマっておりまして、今回も挑戦したいなと思います。っていうか主人公あれかな、眉毛の上怪我してるんですかね。なんかバンドエイド貼ってありますね。まあいいか、始めていきましょう。誰かが言っていた死ぬ瞬間自分の人生が走馬灯のように流れると。ということはその人は実際に見えたのだろう。人が死ぬ時にこの二つしかない。まず自分が死ぬんだという自覚と恐怖。次に最後の願い。死ぬ前に最後にできればと願うことは常に一つあるものだ。愛する人に別れを言いたいとかシンプルなものもあるが、大抵は痛みや後悔に満ちた願いだ。もっといい人生を生きたかったとか、失言を取り消したいとか、あるいは約束を果たしたいとか、決して叶うことのない願い。そう、死なんてろくなもんじゃない。毎回そうだ。でもこう何度も体験するとだんだん麻痺してくる。主人公は超能力で何度も死んでるのかな？別に受け入れたわけじゃない。ただ慣れてしまっただけだ。結局死を体験し続けることが俺の人生なんだ。追体験っていうからなんか触った瞬間にその人のなんか生き様が見えるとかかなと思ったんですけど、何度も何度もやってる、繰り返しているっていうことなんですかね。これが主人公かな？登場人物の紹介かもしれませんね。喫茶店でって書いてあったので、そこが舞台なんでしょうけど、なんかね、プレイステーション4のダウンロード版のソフトを売ってるところに、大体こちらのゲームございまして、はい、なのでちょっと前からね、結構気にはなっていたんですけれども、果たしてどんなゲームなんですかね、やるのが楽しみでございます。なんか雰囲気あんまり嬉しそうじゃないね、追体験。そうだよね。何度も死んで何度もやってって言ってましたからね。それはさすがに嫌だよね。不死っていう扱いになるのかな？ここはどこだ？俺はゆっくり瞬きをして状況を把握しようとした初めて来る場所のようだ。と言ってもこの3年間何でも初めてに感じるんだが。ゆっくりと目が覚めてきた。あくびが出た。この部屋は引き立てのコーヒーの匂いで満ちている。何か聞こえてくる。機械？スチーム？そうだ。エッジウォーターとかいう街のカフェにいるんだ。エッジウォーター？すごいおしゃれな名前ですね。お水。今日でここに来て2日目。目の前のテーブルにある空のカップから判断するに、眠くなったんでコーヒーを飲みに立ち寄ったんだな。で、俺は寝てしまったと、ありがちなオチだ。どうやら、モカラテのトリプルショットじゃ効かなくなってきたようだ。エスプレッソがいいんじゃない一番。もう一杯飲むべきか、そうしよう。カウンターに行ったが誰も並んでいなかった。まだ午後だしな。カウンターの女性は俺を見るとにっこり微笑んだ。笑った。よく眠れましたか？お店でほんとずっと寝てたんだろうね。見てたの？そりゃ見るよね。席開けてほしいもんね。空いてるにしろ何にしろね。大丈夫。いびきはかいていなかったですよ。でも顔についているよだれは拭いた方がいいかも。よだれついてるんだ恥ずかしい。冗談です。何もついていませんよ。彼女は笑ってウィンクをした。それでご注文は何になさいますか？すいません。機械の音がね、入っちゃったらごめんなさい。大丈夫ですか？体調悪いのかな？吐きそうなんですか？なんで今これを感じるんだ？理由は見当たらないが。なんで今これを？吐き気のこと？
もし気分が悪いなら廊下の先にトイレがありますよ。ここで吐かれたらたまんないもんね。ありがとう。俺はカウンターを掴んで体を支え、よろよろと彼女の指す方向に向かった。頭痛がひどくなってきた。この感覚が意味するものは一つしかない。誰かが死んだんだ。そばで廊下を進むと女性用のトイレのドアが大きく開いているのが見えた。おいおい嘘だろ。そんなすぐに冗談であってほしかった。けど頭の中で絶え間なく拍動する痛みがそうじゃないと言っている。トイレの床に横たわっているのは女性の死体だ。俺は芳香剤と消毒剤の匂いに吐きそうになりながらもトイレに入った。すごい強い匂いなんでしょうね。死体があってもなおその匂いが鼻でくすぐるっていうのは相当ですよ。亡くなってるなぁ。彼女の胸に刺さっているナイフを見ると自分がしようとしていることに躊躇してしまう。彼女がすぐに亡くなっていることを祈る。じゃないと忌まわしいことになる。触ってる。俺はさっと周りを見渡して誰も見ていないのを確認すると彼女の腕に触れた。脈かな。そっか。触ったことで走馬灯のようになんたらかって言ってましたよね。でも息がない。口を開こうとしても開けられない。何かが頭を塞いでいる。引き剥がしたいのに誰かに押さえつけられている。死んでしまう。せめて。目が開くと本能的に息が切れた。本当に窒息死したわけじゃないのは分かっているのに、反射的にそうしてしまう。今のが彼女がやられてしまった状況なのかな。俺の脳は体験した死の痛みをすべて覚えている。本当の自分の体験じゃなくてもだ。その時廊下から俺を見ている人がいることに気がついた。あなた何をしたの？なんか可愛らしい絵ですね。すごく漫画チックな。彼女は俺の後ろに立っている。トイレの床に横たわっている死体を見て怯えていた。違う、俺じゃ。これで疑われちゃうんだ。犯人よーって。俺はため息をついてうなだれた。これはろくなことにならない。なるわけがない。男の人。そこの君、死体から離れて。男性がすごい勢いでこちらに向かってきた。彼の声や振る舞いは鋭く流れるようで、威圧的だった。制服は着ていないが、法律に関する類の人間であることは明らかだ。服装からすると警察官だ。制服は着ていないけど服装からすると警察官なんだ。じゃあこの人は警察官っていうことで確定なのかな？すみませんおまわりさん。誓って何も動かしていません。彼は驚いていた。おまわりさん？違うんですか？すみません。父が警察官であなたの雰囲気に似ていたので、なんていうか振る舞いが同じだったんです。当たってんの？お父さんは警察官なのか？管轄は？彼は信用していないようだった。まあ当然か。覚えていません。もうだいぶ前。まだロサンゼルスに住んでいた時のことなので、帰国子女なのかな。彼は片方の眉を上げた。まるで俺の嘘を見破ったと言わんばかりに。でも何も言わなかった。わかった。それはそうと、ご同行願えるか？はい。もういきなり連れてかれちゃうんだ。俺は警察官の後に続いてカフェのメインエリアに戻った。最初に俺を見た女性は震えながらテーブルの近くに立っていた。他に店内にいるのは従業員の女性と大学生らしき男性だけだ。この3人なのかな？右が男性なのかな？みんなすまないが少し聞いてくれ。私は刑事のミコワイ・ガルスキーです。刑事はしばらく黙り込んだ。慎重に言葉を選んでいるようだ。刑事さんなんですね。残念なことに店内で死体が見つかった。早く電話しなさいよ。署に。どうやって？いや、誰の？どうやって？いや、誰の？こういうのも気になっちゃうよね。いつですかとか最初に聞かないとかでさ、古畑に結構疑われたりする人いますけどね。男性は黙っている。飛んじゃった。なんてこった。早い。一個誰が喋ったかわかりませんけど、警察が来るまで、ってことはまだ来ていないってこと？あなたは刑事でしょ？私は今、定義上勤務外なんだ。ここにいたのは偶然だ。そうですか。目が泳いでたね。良ければみんなそれぞれと少し話をさせてほしい。今から情報収集ができれば捜査をスムーズに進められるんだ。いいかな？もう呼んでんのかな？本部は。はい、お役に立つなら何でも。僕も構わない。いいわ。君はどうなんだ？いいですよ。いいですよ。よし、じゃあ君から始める。一緒に来てくれ。ガルスキー刑事は廊下までついてくるようジェスチャーで指示した。まあ第一発見者ですからね。廊下に行くとどうしてもトイレの死体に目が行ってしまう。てか警察官の人はこれさ、女性のことまず調べないのかな？ガルスキー刑事は俺をちらっと見ると、トイレのドアをそっと足で蹴った。ドアはゆっくり壁に当たって跳ね返り静かに閉まった。
中見ないの？まずさ、生きてるかどうかっていうのをチェックして、死んでたとしても、で、状況を確認して写真撮ったりとかってしないんですかね？気分はどうなんだ？元気だと思います。この人犯人じゃないの？私の第一、今ゲーム始めたばっかりですけど、一番最初にこの人じゃないかなとちょっと疑ってます、犯人。さっき死体を見たのに元気なのか。彼は目をつり上げて俺を見た。いいじゃん元気だって。いや気にしないでくれ。じゃあまず名前を。できれば言いたくないです。なぜ？言いたくないからです。任意だから言わなくていいのかな？警察官が質問をしているんだよ。それ職権乱用じゃないですか、それ。じゃあ黙秘権を使います。修正第5条は法廷での宣言の下で行われる証言にのみ適用される。じゃあミランダ警告を使えます。何それ？ガルスキー刑事は無表情で俺を見ている。何を考えているのかわからないが、愉快ではなさそうだ。そうか、じゃあ話だ。で、今日何が起こったのか話してくれるか。俺が死体を見つけた時のことですか？関係することなら何でも。今日12時頃にこの店に来てコーヒーを頼んで飲んでその後寝てしまいました。君はモカラテのトリプルショットを飲んだ後に寝たのか？なんでそんなこと知ってるんだ？なんで俺が飲んだものを知っているんですか？ガルスキー刑事は俺が寝ていたテーブルにある空のカップを顎で指し示した。残ってる中身。私が来た時、寝ている君が目に入ってね。カップの横にあるモカラテの欄にチェックがついている。しかもコーヒースリーブはトリプルショット専用のものだ。目利きがあるんですね。私は刑事だって言っただろう。なんて真面目なんだ。非番の日にまで俺の飲み物をチェックしていたのか。で、今から10分ほど前に目が覚めたんです。もっと短かったかな。ガルスキーは壁時計をちらっと見た。つまり2時40分頃ってことか。はい、多分、もう一杯注文しようとしたら突然気分が悪くなって。そうだな。君がカウンターにいる時に少し体調が悪そうだったのも私も見た。なんかすごい見てません？この人やっぱ犯人なんじゃないの？なんか周りを警戒しすぎて、なんか唯一立ち向かってきそうな、おでこに絆創膏をつけてる男性をチェックしてたみたいなさ。カウンターの女性がトイレに行った方がいいって言うんで行ってみたら、そこに死体が横たわっていたんです。女性用トイレで何をしていたんだ？ドアはもともと開いていました。廊下から彼女が見えたんです。彼女に触ったのか？触ってんだよね。たとえ触っていないと言っても、どうせ指紋が見つかるだろうな。はい。なんで彼女に触ったんだ？大丈夫か確認したかったんです。その時は死んでるなんて知らなかったんで。まあそうよね。あなたの行動がおかしいのよ、ドア閉めちゃって。刑事は理解を示すかのように頷いているが、俺を信じているかは疑わしい。仮に3メートル先からどんなバカが見たとしても、彼女の胸に刺さっているナイフが見えたはずだ。でもチェックするのが普通ですよね。何か他に言いたいことは？選択肢来ましたね。他の事件には何かおかしなところがある。この事件ね。でも現時点では言わない方がいいかな。彼女の死には不審な点があると思います。特にないです。不審な点って、犯人殺人だから不審な点があるとかって言った方がいいのかな？特にないですに言ってみる。この人がどういうことを気づいてくるかをちょっと知りたいので、特にないです。特にないです。トロフィーが外れた。駆け引きだって。じゃあメインエリアで待っていてくれ。はい。みんな聞かれるのかな？ガルスキー刑事は俺の後をついてきてカフェにいる残りのメンバーの方を見た。お次は誰かな？私が行くわ。その女性は恐る恐る手を挙げると、ガルスキー刑事は彼女にうなずいた。じゃあついてきて。扉の前で話をするのかな？俺は椅子に座って目を閉じた。おかしい。トイレにいた女性は胸をナイフで刺されていた。それは間違いない。でも俺が見たのは窒息死させられるところだった。と言っても途中で途切れてしまっていたが、気絶させられて、窒息、首絞めみたいな感じで、その後にナイフ刺されたんじゃない？あの女性が邪魔をしたんだ。できればもう一度死体から読み取りたいが、もう近寄っただけでも逮捕されるだろう。そのリスクに見合う価値があるとは思えない。違う視点でアプローチする必要があるな。移動、調べる、話す。こういう感じで進めていくゲームなんですね。エンディングの数とか、これがマルチエンディングなのかエンディングが1個なのかとか、そういうのはね、ちょっと購入画面には書いてなかったので、どういう風になるかわからないんですけども、じゃあ、部屋を調べる。
カフェは小さいが綺麗にされている。壁にはいくつか絵が飾ってあり、陳列台には高価なコーヒーが並べられている。部屋の脇にはトイレにつながる廊下がある。店の奥にはキッチンもあるが、ここからは見えない。あ、それだけ？なんかチェックして押していくとか同じですね。押していくとかじゃないんだね。話す。あ、この二人がいるんですね。あ、ライトつけるとその人を選んでいますよっていう意味なんだね。じゃあ、この子にも話したいところですけど、初めましての大学生さんだっけ？行ってみようか。部屋の奥には大学生らしき男性がノートパソコンで作業している。時々手を止めて隣のテーブルにある大量の資料を見ている。論文でも書いてるのかな？こんな時でも宿題をしているのか？彼が顔を上げた時少し目があった。どうかしたの？いや、この状況でよくそんな落ち着いていられるなと思って。彼は不安そうに目を横にやった。いや、正直すごく怖いよ。でも実感が湧かないんだ。まだ心のどこかでドッキリ企画か何かじゃないかと期待しているんだ。もしそうだったとしたらどれだけ良かったか。あ、ごめん。死体を見つけたのは君だったね。ああ。彼はしばらく沈黙した。怖かった？死体を見て。大抵の人は死体を見たら怯えるだろうな。まして明らかに殺した痕跡があったら。そうだな。君も十分落ち着いて見えるけど。おっと、それもそうか。僕は木崎。君は？できれば言いたく。木崎は瞬きをして一瞬遠くを見ていた。急に上の空になったようだ。大丈夫か？大丈夫。彼は一旦苦笑いをしてから俺に微笑んだ。もし名前を言いたくないなら別にいいよ。名前を言いたくない理由って何なんだろうね。やっぱり名前は危ないからかな。まだ殺人犯はここにいると思う。もう名前言う気ないですね、これね。そうね。じゃあまだ殺人犯はここにいると思う。ところで何をしてるね。もうこれ聞こうかな。まだ殺人犯はここにいると思うか？木崎の顔から急に血の気が引いた。殺人犯？彼女は心臓発作が何かで死んだんじゃなかったの？なおさら悪いじゃないか。彼は泣きそうな表情になった。知らなかったのか。ごめんね。脅かしちゃって。まだ殺人犯がここにいたらどうするんだよ。誰もいなくなるまで一人ずつ殺されることになったらどうするんだよ。これ何？なんか、密室かなんか閉じ込められちゃったりしてるんですかね。とりあえずドア開けといてもいいと思うけどね。これはそんな事件じゃないはずだ。俺たちは孤島か何かに閉じ込められているわけでもないんだし。俺は木崎のノートパソコンを指した。インターネットだって繋がってるんだろう。そうだね。彼は急にほっとしたようだ。パニクっちゃったんだね。過剰反応しちゃったね。全くだ。それでもここで誰かが殺されたなんて気味が悪いよ。あの刑事がさっさと解決してくれないかな。